ピーナッツの主人は誰ですか？ 3 秒の時間をあげます。答えを弾幕に打ち付ける。3、2、1。今回は当学者がどのように推理しているのか見てみましょう。普通あなたたちは私の結論を聞いて。だから機会の争いは大きい。今回は推理の過程をお見せします。普通私は排除法を採用しています。まず可能な答えをリストワークス。さらに一つずつ分析して。最初にルーンはクラリエル博士の恋人として。知名度がいいですね。フランツやエヴァンスとヘンリー博士と一緒に仕事をして、小さなバックトラック実験に成功した後、永遠のバックトラック実験に騙されました。そして時間の乱流に消えました。これがクラリエルがハイガルドを憎んだ理由になりました。さらにイエレナビア、研究室として白クジラ島を改造しました。ルーンが主人だと推測した可能性もあります。でも残念です。この選択肢は間違っている。文案では枝星が2回目の後戻りをしたと書いてあります。しかしルーンの実験は2回目のバックトラック前に起こりました。つまり大災害は起こらなかったということです。彼はいなくなった。何術、主役には謎が多すぎる。時空のバックトラックの影響を受けません。主役の素性には諸説ある。誰が考えています。主役は無数の輪廻を経て間星を救うために。しかしその推測も成り立たない。時空を遡ってみると、主人公が遡ってみると、遡るのは枝星全体です。本来のエネルギーのバックトラックには空間的制限があるからです。後戻りできるのは固定された空間です。最大のバックトラック空間は枝星全体で失敗したことが知られています。これまでのところ大規模な時空遡りに成功した例はありません。2つ目の理由はピーナッツの反応です。まず私たちを主人だと勘違いしていました。しかしその後否定しました。その判断が間違っているとすれば、この手配は意味がない。これはもう逃しました。ご主人様までは永遠に待てません。ピーナッツの認識システムはまだ良いと思います。このピーナッツもある映像作品のネタのようです。3つ目の理由は、もし主役が本当に48年前に、その時枝の子はまだ現れず、時空の遡りを把握していたのはハイガルドだけだった。ハガドが誰も知らないはずはない。3番目の答えはカール執行責任者だ。エヴァンズの前の CEO は、すべての創始者でもある。彼はなんとかヘンリー博士を説得した。ルーンを騙して実験に参加した。彼はなんとかしてバックトラック提案を可決した。2回目の時空追跡を開始しました。大災害をもたらした。彼は消えた。今彼の行き先は3つ推測されている。1つ目は時空を遡って、大災害が起きましたが、でも彼一人だけが成功した。だからピーナッツには秘密にした契約があるんだ。カールは秘密行動をしている。2番目の行き先は枝の子だった。フリーガーがずっと追ってきた番号968。大災害の創始者。彼もそうされ、大災害を招いた。張本人が彼です。つまり番号968です。賢者がどうして彼を収容することができようか。あなたは賢者を甘く見すぎます。当学では、フーちゃんは賢者の本当の目的を分析したことがある。本来の能力のない時代に遡っているわけではない。古代文明の時代に戻って機械的に進化しました。これもナツサと賢者が決裂した理由です。そのうち、ナミシーズが鍵だ。話が遠くなった。ストーリーに戻ります。推測番号968は彼だ。もう2つの理由があります。1つはエヴァンスです。枝の子がやったって、968は敵に投じれば可能になる。2つ目は枝の子の時空バックトラックの研究です。筋書きではわかる。時空を遡る上で、優秀な人材にはフランツ・ヘンリー・カール・エヴァンズがいます。クライエル、ルーン、アイダの子は時空技術が欲しい。賢者、中の誰かから技術を得なければなりません。じゃあ誰が本当の潜入捜査官だと思う？カールの3つ目の場所は略奪者です。略奪者はイカプロセスの制御可能な実験を行っている。クラリエルの時空装置を盗んだ。略奪者の中にも必ずすごい技術的中堅があるに違いない。では、犬の手伝いは？女王はあまりにもひどい。先進技術も研究したいけど。でも無理に奪い取るしかない。技術人材がいないのに苦しむ。カール最高経営責任者の行方はどこであろうと。結局行方不明になっただけです。彼の帰りはきっと生臭い雨になるだろう。元気を持ってください。中のイカ者が犬に助けられた7788を発見しました。ハイエナも潜入してきました。イカ界の恥ですね。背面は全然ありません。遺跡は犬の技術の源です。彼らは遺跡の技術資料や避難所拠点の物資を奪うことで実力を高めている。ドッグフードの気候源は大災害前の産業ロボットです。戦闘改造を行いました。飛行を消した後、ゴールに来る。設定通りここに設置されているのが反転エンジンです。しかしゲームでは報酬の箱に変更されました。遺跡から出てから、腹の塔の異常が発見されました。すべてを始めましょう。ナツサのこの言葉はどういう意味ですか？シャドの父親ハンクから始めましょう。ハンクはハイガルドの技術者だった。腹の塔の鍵を司る。枝の子が必死にシャドを引き入れたのは、鍵がシャツオの手にあるからです。だから元々は人為的に起動されました。ナツサの傑作です。しかし賢者はシャドを騙した。サリーを救う方法は2つある。1つは機械改造です。もう1つの方法があります。ストーリーには出てこなかった。時空を遡ることができます。どうしてサリーが攻撃される前に戻ることを選んだんですか？だから賢者は時空を遡ってサリーを救うことを約束した。だからナツサがバックトラック計画に参加した理由は、しかしある便執行者は元の音を閉鎖しました。ナツサは人をくじいてハイにしなかった。もう気持ちの方がいい。しかし最後の結果は、時空を遡っても起こりました。ただその前に、ナツサは賢者のサリーを発見しました。そして双方は決裂しました。また、サリーの状況は時空が戻るのを待つことはできない。
フライエルに会いに行かなくてもいい。ただナツサは賢者が天使を赦免しようとしているとは思わなかった。サリーの体を奪い取って結局仲違いした。ストーリーに戻ります。元納刀に来ました。フランツの会話は私の推測を裏付けた。彼は緊張していない。でもパルは違う。元納刀は避難所の整形に関係していた。彼は原を信用していない。結局はハイガルドだ。世界を救う彼らの言葉を信じたことはない。知ってるだろう、正確に言えば。彼もフランツを信じない。むしろ私たちを信じて。だから星島避難所の代表として、ハイガルドに派遣されました。結局ハイガルドに着いた途端に熱烈な歓迎を受けた。許可されていない訪問者を発見したら、すぐに止まってください。そうでなければ、強制措置を取ります。銃が暴発しなくてよかった。ミアはその自陣探しモードを始めた。ミアは初めて海洋食エリアに入った。他の地木と情報交換に向かっています。ミアと一緒に走った。その結果彼女は本当に走ることができました。言動の際はよくできています。でも誰も私のように退屈ではないはずだ。本線に戻る。第9区画実行者指揮官カラマを見つけました。このコスプレは雷神のハンマーになりました。彼の口から知りました。ハイターダーは限られた貯蔵を持っています。余分なものは地表に放出されています。これが幻灯の放射線濃度レベルがそんなに高い理由です。この言葉に注意して彼はとんでもない質問を漏らした。私たちが幻を触発したのはいつですか？略奪者が生かして変身した時。後で他の人に話したことがありますか？いいえ、ありません。フランツはどうやって見つけたの？覗き見する。私たちは必死に敵を防ぎました。フランツは現れなかった。私たちをこっそり観察しているとは思わなかった。フランツが避難所に現れた理由は謎だ。カラマは半年前に行方不明になった部隊の由来を説明しました。私たちの前の推理によると、行方不明になったのは2711年11月18日前。主役はそれを聞いて明らかにポカンとした。どうして急に組織ができましたか？理解しました。はい、義徳は人が足りません。だから隊員に会いに来たのだ。カラマの反応から、2つの推測が得られます。1つ目は、私たちが行方不明になった理由は知っています。でも彼はわざと言わなかった。2番目、半年前の行動は彼の権限では具体的な情報が見えなかった。カラマをエヴァンズを見つけて、彼の反応は私には見当がつかない。老狐の話は水も漏らさない。彼はまず全面的な検査を行うように言いました。実は私たちの状況には安心できない。正式期待前に、全面的な検査が必要です。あなたの身体データを記録します。抑制機に最新のアップグレードモジュールを移植しました。抑制機の改造は即位システムが追加されているのではないかと疑っていました。フランツはなぜいつも私を見つけられるの？実際には、ここのストーリーは内部測定に比べて変更されています。内測り、プレイヤーは最初は開拓者だった。隔離領域でエネルギー電池を探す。異星獣に襲われる。そしてフリーガに死体を拾われて避難所に捨てられた。ハイアトに来た後、海義徳が世界を守るという言葉を認めたからです。ミスター中黒ビンスと同じように、実行者に参加することを選びました。そして試練も行われました。この試練は合同作戦のコピーだ。NPC が案内しています。しかしテストシステムは途中で枝の子に侵入された。また私たちに撃退された。内則の合同作戦とストーリーは関連している。しかし後続の後にストーリー設定を変更しました。合同作戦は隔離されました。ここではまだ公開されたストーリーに沿って説明しています。健康診断を受けたばかりです。フランツが来た。ここの会話には明らかに謎の人がいます。フランツ？金は大丈夫か？私？ああ、元気だよ。主役はなぜフランツに聞いたの？いい。フランツはなぜ聞かれたかのように。その場にポカンとしている。二人の謎は何を交流しているのか。双方にストーリー表現を追加すれば、また会話を見ればわかります。今だ、フランツは私たちに大げさな驚きを示しました。そうすれば大丈夫かって聞くんですよね。フランツは自分の気まずい思いを隠すために、こんなことになったんです。じゃあ、フランツは何を隠してるんだ？彼はまた何を驚いているのか。私たちのアイデンティティに驚いた。ハイガルドの実行者としての身分は。しかし幻の報告書は彼が提出したものです。彼は前から私たちが実行者だと思っていた。どうして驚いたの？だから彼は驚いたのは、私たちは再び実行者になりました。フランツは半年前の行動は関係者だった。だからエヴァンスに何か教えてくれたかどうか聞いたんだ。エヴァンスは狡猾だ。自分から話した。私たちの抑制機にウイルスコードが発見されました。ここの行為は非常に不合理です。もし私が長官だったら、主人公がウイルスコードを持っていることを検出しました。誰かを捕まえて尋問するか、隠しておくか、密かに調査する。しかしエヴァンスは私たちの前で言いました。実は私たちの知らないことを試しているんです。残念ながら実直の主役は何も知らない。しかし今回の事件はフランツの疑いを引き起こした。後ろの彼の捜査を見てください。半年前のことははっきり言わなかった。主役への試練がすぐに来た。もし主役が潜入捜査官なら、誰の潜入捜査官になるの？エイダの子に違いないよ。だからこれから義徳に海に出たエドの息子の潜入捜査官を派遣します。この手は本当に高いと言わざるを得ない。もし私たちがアイダの子の人間だったら、必ず仲間を裏切らない。内部測定では潜入捜査官が多い。拘束は一つを探せばいい。E さん6年前の保守エンジニアは、西暦2706年に加入したハイカーダーです。でももっと気になるのは、フランツの情報源。彼はどこから情報を得ましたか？フランツの人脈はまだ謎だ。擬態システムというシステムは少し進んでいます。しかしハイガルド内部でしか使えないと推測されます。実際これはビデオ再生に過ぎません。初日のシナリオを4期解読したとは思いませんでした。まだ話は終わっていない。話を広げているのかもしれません。皆さんは流れ解説が好きですね。それとも深く広がっていますか？広げるとストーリーがわからない。雲の中の切り物に聞こえるかもしれない。しかしこれらは幻灯で見つけられるストーリーです。今期はこれで終わりにしましょう。
風に注目して違う幻の塔を体験します。